YouTube をご覧の皆さん、みつやです。今回もよろしくお願いします。今回なんですけども、最近ですね、段ボールだったりとか封筒だったりとかっていうのをね、開けるのにこちらのナイフをよく使うんですけれども、アトロポスナイフのストライカーといったナイフですね。こちらね、この平たいブレードとこの先端がね、結構角張ってるっていうこともあって、結構切りやすくって、封筒だったりとかね、段ボールをよく最近開けるのにこればっかり使ってます。ただ当然こればっかり使ってるとですね、この刃の方がだんだん切れなくなってくるので、またいちいちね、こう研いであげたりとかね、する必要があるんですけど、ただ研ごうとね、すると準備だったりとか、あとね、研いだ後の後片付けとかがね、結構めんどくさいので、なんかもっと簡単な方法ないのかなと思って Amazon を見てたらですね、そうです、こちらですね、いわゆるナイフシャープナーといったものなんですけども、こういったね、形でいろんなナイフをね、研ぐ道具がね、売ってたので、今回全部いろいろ買ってみたので、どれが一番こう使いやすいのか、お手軽なのか、まあ切れ味がね、あとどれぐらい上がるのかっていうのを検証してみようかなというふうに思いますね。まあ、このフリップに使うっていう意味で言ったらですね、この切れ味ってバタフライナイフにとって全くね、必要ないものにはなるんですけど、やっぱり鑑賞用だったりとか、あとこう普段ね、自分みたいにこう何か段ボールだったりを開けるときに使う用のね、普段使い用のナイフっていうものはやっぱり切れ味はね、高い方が使い勝手がね、結構いいので、そういう意味で言ったら、こういう風に簡単にね、研げるものがあった方が便利だとは思うので、今回ね、自分がいろいろトライしてみようと思いますので、ぜひ参考にしてみてもらえたらなと思いますね。そして早速ですけどね、こちらの方ね、いろいろ使ってみようと思います。はい、それじゃね、やっていこうと思うんですけれども、まあ、こちらの刃の状態ですね、こちらの画用紙切ってみようと思うんですけれども、もうほとんどね、切れないような状態にしています。まあ、今回ですね、いろんなやつを研ぐ上で、平等に評価するために、こんな感じで、まあ、ほとんど切れないような状態からスタートして、どれぐらい切れるように研げるのかっていうのを評価していこうと思いますね。それじゃまず最初の一つ目なんですけれども、こちらですね。こちらのナイフシャープナーをね、使って研いでいこうかなと思います。じゃあ早速ね、開けていこうと思います。はい、開けてみました。こんな感じのものになってますね。まあよくあるタイプのナイフシャープナーですね。ここの部分にこの刃を当ててこう引くような感じで刃が研がれていくようなものになっていますね。すごく簡単というかシンプルな構造になっているので、まあどこでもね、すぐにこんな風に置いて研ぐことができるので、まあすごくね、お手軽そうではありますね。じゃあ早速なんですけども、ちょっと軽く1分ほど研いでみようかなと思います。はい、1分ほど研ぎ終わりました。こんな感じで見えづらいかと思うんですけども、ちゃんとね、研げてるのが分かりますね。果たしてこれがどれぐらい切れるようになってるのか、こちらの画用紙を切っていこうと思います。いきます。3、2、1。まず1分ぐらい研いだ感じですけども、まあ最初とね、違って結構切れ味はしっかり戻ってますね。もう最初はね、ほとんども限りなくこんな感じで切れなくなってたんですけども、しっかり切れるぐらいには戻っていますね。まあこれ1分ぐらいを研いだんですけれども、まあもうちょっと長くね、研いであげるとかなり切れ味が戻るかもしれないですね。結構これはお手軽ではありますけれども、切れ味もそれなりに復活するっていうことで結構いいんじゃないかなと思いますね。まあこちらの方ですね、まあ概要欄の方に URL 貼っておこうと思いますけど、すぐね使えるっていう意味で言ったら、例えばキャンプとかでナイフを研ごうと思った時に結構すぐこれだったら簡単に研げるので、すごくいいかもしれないですね。それなりに切れ味は戻りますけれども、まあものすごくシャープかと言われたらちょっとハテナがつくような感じではあります。で、まあ、ある程度の切れ味まですぐに戻したいっていう時はこちらね、すごくいいかもしれないですね。それじゃあ次のやつをトライしていこうと思います。それじゃあ続いてね、やっていこうと思うんですけれども、側頭をね、やっていこうと思います。まあ、こちらの方もね、開けていきます。開けていくとですね、こんな感じになっていましたね。こちらが側頭の、ストラップの方ですね。と、こちらがコンパウンドになっていますね。こちらはね、コンパウンドがついてるセットのものでしたね。で、こちら両面ついているので、片方に白いの、片方に緑っていう風にやって、白い方でまず研いでから緑の方で仕上げていくっていうような形に、ね、なると思いますね。じゃあ早速こちらもね、開けていきます。こんな感じの皮がね、ついてるものになりますね。で、ここの表面にこちらの白いやつをこう、まずゴリゴリっとこうね、塗りつけていきます。で、反対側の方にね、こちらの緑の方をね、ゴリゴリっとね、塗りつけていきます。
ざっとコンパウンドをね、塗り終わりました。本当は金ブラシとかでこう起毛させた方がいいんですけれども、今回はね、省略して簡単なね、やり方でやっていこうと思います。こんな感じでね、塗り終わりました。ちなみにですけども、さっきね、刃は若干良くなったんですけど、もう一回ちょっと刃を落としてきたので、こんな感じで、若干しか切れないような感じにはしていますね。少しだけ切れる感じですね。これが果たしてこのカートでどれぐらい切れるようになるのかね。こちらもね、1分ぐらいね、やっていこうと思います。はい、1分ほど研ぎ終わりました。こんな感じでね、最初白かったのが、研げたのが分かりますかね。こう黒くなっていますね。こちらがだいたい研げたかなと思いますので、やっていこうかなと思います。果たしてどれぐらい切れるようになっているのかね、試していきます。いきます。3、2、1。まず切れ味は戻っていますね。もうちょっとこう、ストラップの方をやってあげた方が良かったかもしれないですけれども、まず切れる感じにはなっていますね。ただちょっとですね、あんまりすごく切れるかといったら、本当切れ味が一瞬ね、復活するっていうような感じになっていますね。それなりには切れるんですけれども、やっぱりね、切れ味が元通りになるというよりは、どちらかといったら一時的にこう切れ味を上げるっていうような使い方の方が正しいかなと思いますね。こちらの方がどっちかっていったらキャンプだったらですね、あんまり荷物にもならないので、来てる途中で刃が脆くなってきた時にパッとこうね、カワトで研いであげて、また切れ味を戻してまた使うっていうようなやり方が本来はね、いいかなと思いますね。屋外とかでね、使うんだったらこちらね、すごく携帯も簡単なので、それなりにね、切れ味も戻りますのでいいかなと思いますけれども、ちょっとシャープにまでね、戻るかと言われたら、ちょっとそこまではいかない感じかなというところですね。こちらね、お値段もすごく安いものは本当数百円ぐらいで売ってますし、自分でね、工作で作ることもできますので、すごくお値段は安いです。それじゃあ次のやつにね、トライしていこうと思います。この次がこちらですね。こちらが一番結構お値段的には高いものになってるんですけれども、なかなかちょっとお手軽とは程遠いような結構がっちりしたしっかりしたね、ナイフシャープナーになっていますね。こちらの方を開けていこうと思います。こちらどうやらちょっと組み立て式になっているみたいですね。まずはじゃあちょっとこちら組み立てていきます。はい、組み立てが終わりました。こんな感じになっていますね。こちらの部分にナイフのブレードを挟んで、こちらでこのように少しずつ研いでいくっていうようなものになっていますね。なかなかちょっと手間ではあるんですけれども、研ぎたい部分だけしっかり研げるという意味ではいいのかもしれないです。自分もこのタイプはちょっと知ってはいたんですけども、買ったことはなかったので、今回初めてなのでちょっと楽しみですね。まずね、こちらの刃の調子なんですけれども、先ほどと同じようにね、少しは当然切れるんですけれども、そんなに切れないぐらいのね、かなり刃がボロボロな状態にしています。果たしてこれがね、どれぐらい切れるようになるかね、楽しみですね。それじゃあやっていこうと思います。はい、研ぎ終わったと思います。こちらでね、どんな感じになっているのかね、ちょっと切ってみようかなと思います。いきます。3、2、1。切れ味はもう多少戻ってはいる感じではありますけど、それでもあんまりこんなシャープみたいな感じではなってはないです。自分の、ね、研ぎ方というか使い方が悪かった可能性が高いですね。あんまり自分はこのタイプの使ったことがないので、あんまり使い方が良くなかった可能性が高いですね。ちょっとこちらちょっと慣れが必要かなと思います。ちなみにこちらのシャープナー結構値段も高いですし、結構がっちりしたものなので、ちょっとアウトドアで使うとかっていった使い方はできなさそうですね。家でやる分にはいいかもしれないですけど、ちょっとコツというか、この角度だったりとか慣れがね、ちょっと必要かもしれないですね。最後ね、やっていこうと思います。
そして最後がこちらですね。そう、砥石ですね。一番多分お値段がね、安く入手ができるんじゃないかなと思いますね。各種準備する必要はあるんですけれども、こちらの砥石はまず間違いなく一番切れ味が上がるんじゃないかなというところで、最後にね、こちらの方やっていこうと思います。一応3万番ですね。番手で言ったら一番すごく高いやつを買ってみました。このナイフですね。研いでみてどれぐらい切れ味が上がるか見ていこうかなと思います。ちなみに切れ味は先ほどの状態からほとんど変わってないので、こんな感じですね。若干切れはしますけれども、ほとんど切れないような感じになってますね。これをね、研いだらどんな感じになるのかね、研いでみようと思います。こちら砥石3万の番手で研ぎ終わりました。こんな感じになってますね。パッと見はね、わからないかなと思うんですけれども、かなり時間かけて研いだので、かなり切れ味はね、良くなったかなと思いますね。早速ですけどもね、切れ味の方見ていこうかなと思います。3、2、1。はい、もう全然ね、もうさっきまでとね、違いますよね。もう完全にシュッとね、はい。というわけで、間違いなくやっぱり砥石が切れ味っていう意味で言ったら完全に復活させてくれる。手間はかかるし、時間もかかるしね、準備もめんどくさいし、後片付けもめんどくさいと言うんですけれども、切れ味においてはやっぱり砥石が一番最強ですかね。見てください。もうこの感じも全然ね、もうシュッと切れますね。今さっきまでね、ガチャ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 っていう風な感じだったんですけども、ほとんど力入れずにシュッとね、こんな感じで綺麗に切れてくれますね。気持ちいいですね。すごくいい感じに切れ味復活しました。これでね、これからもまたね、こちらのナイフ使っていこうと思うんですけれども、やっぱりね、砥石はなかなかちょっとね、外で使うのは難しいんですけれども、切れ味復活においては一番いいかなと思いますね。っていう感じでですね、このナイフですね、切れ味復活させる方法なんですけど、いろいろね、検証してみましたのでね、参考にしてみてもらったらなと思いますね。はい、それじゃあいつものおまけのやつですね。今回せっかく3万まで研いだというところなので、どれぐらい切れるようになったか、このリンゴを切ってみようかなと思いますね。美味しそうですね。こちらを切ってみようかなと思います。それじゃあね、やっていこうと思います。3、2、1。はい、こちら見事に切れましたね。綺麗な感じに切れたのはいいんですけど、中に入ってた種が見事にそこら辺に散乱したので、ちょっと回収するのが大変ですけど、綺麗に真っ二つに切れましたね。綺麗にパカッと切れましたね。いい感じですね。はい。このリンゴはね、さすがに切れるだろうと思ってたのでね、いい感じかなと思います。じゃあ次のね、食材ね、切っていこうと思います。それじゃあ次の食材であり、ラストの食材なんですけども、こちらパイナップルですね。結構いい感じのパイナップルです。こちらをね、切ってみようかなと思いますね。本当はスイカをね、切ったらよかったんですけど、刃渡り的にスイカがね、こんなにね、ちっちゃいやつがなかなか売ってなかったので、パイナップルだったらギリギリ届くかなぐらいの感じですね。もしかしたらちょっと綺麗には切れないかもしれないですけど、いけるんじゃないかなと思いますね。切れるかどうかはちょっと正直ハテナではありますね。結構当然パイナップルなんで結構硬いんで、これは切れないかもしれないですね。やってみようかなと思います。切れるんか。3、2、1。はい、こちらなんか見事に綺麗に切れてくれましたね。こんな感じですっぱり綺麗に切れました。なかなかいい感じですね。なんかすごいパイナップルの甘い匂いがしてすごく美味しそうですね。
まあこんな感じでですね、まあバタフライナイフも当然まあ刃物ではあるので、まあちゃんとね、砥石とかでしっかり研いであげればね、何でも切れるようなかなり鋭い刃になるっていうことがね、分かりましたね。切れ味を上げようと思ったら砥石が一番間違いはなさそうですかね。まあ3万まで上げる必要はないと思いますけれども、まあ5000番ぐらいでね、研いであげるとこれぐらい切れ味が良くなりますので、まあバタフライナイフじゃなくてもね、包丁とかでもね、研げばね、十分使えるようになると思いますのでね、まあ参考にしてみてもらえたらなと思いますね。じゃあまあこちらの方は美味しくいただこうと思います。じゃあこんなところで終わります。ありがとうございました。